日本で一番高い山は富士山ですが、九州で一番高い山は何かご存知でしょうか？答えは宮之浦岳という屋久島にある山です。さらに驚くべきことに、屋久島の山は九州の山の中で標高のトップ8を独占しているため、非常に起伏に富んだ島ということがわかります。屋久島の大部分は山地で構成されておりまして、豊かな自然と野生動物の王国となっています。その美しい自然は世界遺産にも登録されており、多くの登山愛好家にとって聖地とも言えます。とりわけ縄文杉といえば、誰もが耳にしたことがある日本一有名な木と言っても過言ではないでしょう。樹齢4000年以上と言われる雄大な巨木を一目見ようと、老若男女多くの人々が屋久島を訪れます。私のような自然大好きアクティブトラベラーが見逃すはずのない目標です。そんな縄文杉は起伏に富んだ島の中の山奥にあるため、生き方をきちんと予習しておかないといけませんし、体力、時間、お金も相応に必要になってきます。そこでこの動画では縄文杉への生き方を解説いたします。縄文杉コースにチャレンジしようとしている人の予習となれば幸いです。そして後編の動画では、必要な体力、時間、お金、それぞれについて詳細に触れていきます。この動画では縄文杉に会いに行くための工程についてざっくり掴んでいただき、後編動画は準備に役立てていただければと思います。せっかくなので縄文杉への道中の映像をお見せしながら解説していきます。ここは縄文杉コースの大半を占めるトロッコ道です。山道の中を敷かれた線路の上を歩いてなだらかに登っていきます。縄文杉への行き方はこの3ステップとなります。屋久島に行く、荒川登山口に行く、縄文杉に行く。それぞれのステップについて取り入る選択肢も含めて詳しく見ていきましょう。まず何はともあれ屋久島まで行く必要があります。屋久島までの行き方は大きく分けてこの2つです。鹿児島港からフェリーまたは高速船で行く。鹿児島、福岡、大阪伊丹の空港から飛行機で行く。出発地ごとにいろいろな選択肢があって複雑なので図解してみました。出発地を東京、名古屋、大阪、福岡とした時のルートをそれぞれ解説いたします。これら以外の場所から出発する場合でもおおよその参考にはなると思います。まず東京から屋久島に行くにはこのルートになります。おすすめなのは断然飛行機の乗り継ぎです。フェリーや高速船で行こうとした場合、鹿児島空港から鹿児島港まで高速バスを使って1時間、船で2時間から4時間程度とかなり時間がかかります。金額面で言えば飛行機の場合、鹿児島空港から屋久島空港までが時期や手配する方法にもよりますが、私がよく利用するスカイチケットだと13,450円で、高速船を利用する場合、鹿児島港まで行くための高速バスが1,300円、乗船料が11,000円なので合計12,300円になります。登山道具を含めた荷物の運搬の手間と屋久島での滞在時間を確保することを考えたら、この金額の差なら飛行機の方がいいと思います。次に名古屋からの場合です。一番左の出発する空港の名前が変わっただけで考え方は東京の場合と変わりません。強いて言えばこの後にご紹介する大阪発や福岡発のルートに乗るという選択肢もあるかもしれませんが、私としては素直にセントリアから鹿児島空港での飛行機乗り継ぎのルートでいいのではないかと思います。そしてお次は大阪です。大阪の場合は伊丹空港から屋久島まで直行便が出ていますので、それを利用するのがいいでしょう。しかしこの動画を編集している2021年7月現在では、この直行便は1日1本しか運行していないため、早めの予約を心がけましょう。時間的にも11時20分発、13時5分着なのでちょうどいいと思います。最後に福岡です。福岡の場合も福岡空港から屋久
島まで直行便があります。こちらも1日1本しか運航していないため、早めの予約を心がけましょう。時間も13時発、14時10分着なので、この時間なら翌日縄文杉に行く準備の時間も十分取れるでしょう。まとめると、屋久島に行くならどこから出発するにせよ飛行機で行くのがおすすめです。乗り継ぎをする鹿児島空港もテーマパークのようで楽しいですし、遠くまで見渡せる展望台もあって旅行気分を盛り上げてくれます。今お見せしているこの映像は、私が屋久島に渡るために鹿児島空港に立ち寄った時のものですが、この日は天気も良くて最高でしたね。逆にフェリーや高速船で行くのをおすすめするのは、鹿児島港の近くに住んでいる人、用事がある人、時間がかかっても少しでも金額を抑えたい人、船旅を楽しみたい人となります。さて、鹿児島空港から30分少々のあっという間のフライトを終え、屋久島に上陸いたしました。ここからは屋久島の中での動きを解説いたします。縄文杉に行くためには登山をする必要があります。そのための登山口として多くの人が荒川登山口を選択します。縄文杉を目的地とする場合、ここから出発するのが最も簡単なルートです。ベテランの中には白谷雲水峡経由で行く人や宮之浦岳経由で行く人もいますが、初めて縄文杉に行こうという人はこの荒川登山口からの出発でいいでしょう。屋久島に到着した日は登山中の飲み物や蛍光色の買い出しをして、その日は宿泊しましょう。そして翌日の早朝に荒川登山口に向かうことになります。荒川登山口までの道のりはマイカー規制がされておりますので、そこまで行く手段はバスかタクシーに限られます。バスの場合はまず屋久杉自然館までレンタカーかタクシー、または屋久島交通の路線バスで行きます。屋久杉自然館には駐車場がありますので、レンタカーの場合はそこに停めましょう。早朝に屋久杉自然館まで行くことのできるバスはあるようですが、本数が少ないですし、時間もギリギリになってしまうのであまりお勧めできません。屋久杉自然館に到着しましたら、ここからのバスの出発時刻は時期や混雑具合によりますが、5時と5時40分です。普遍的な時刻表があるわけではありませんので、バスの乗車券を買うときに時刻表をよく確認しておいてください。バスの乗車券は屋久杉自然館で当日購入することもできますが、混雑するかもしれませんので、前日のうちに購入しておくことをお勧めします。バスの乗車券は屋久島の中の至るところで購入することができまして、飛行機で来るなら空港の近くにある観光協会空港前案内所というところで購入するのが楽です。金額はバス料金が片道700円、山岳部環境保全協力金というものが1000円です。往復でバスを利用して縄文杉に行くなら、支払う金額は1人当たり2400円となります。それともう一つ注意点としまして、これはあくまで乗車券であって予約できているわけではありませんので、もしバスが満員になってしまうと、次の便に回されて屋久杉自然館で40分待機することになってしまいます。余裕を持って行動するか、どうしても時間通りに行動したいならタクシーを利用しましょう。タクシーに乗る場合は事前にタクシー会社に電話しておいて、宿泊する宿に迎えに来てもらいましょう。そのまま荒川登山口まで連れて行ってくださいます。少々金額は高くなりますが、圧倒的に楽です。前日に電話してももう予約でいっぱいになってしまっていることもありますので、早めの予約を心がけましょう。金額の目安としましては、屋久島空港からなら約6000円ほどです。またタクシーを利用する場合でも、山岳部環境保全協力金の1000円は払うことを求められておりますので、前日のうちに観光協会に行って払っておきましょう。何人かで乗り合わせていけるならタクシーはかなりいい選択肢です。1人や2人だとしても楽さを考えたら検討の余地がありますね。荒川登山口まで到着しましたら、あとは自分の足で歩いて縄文杉に向かうのみです。大自然の空気を肺いっぱいに吸い込んで元気よくトレッキングしていきましょう。
早朝なので肌に触る空気がひんやりしていて気持ちがいいです。鳥のさえずりや川を流れる水の音がこれから始まるトレッキングを涼やかに演出してくれます。荒川登山口から出発するとすぐにトロッコ道に入ります。このトロッコ道はかつて山の中で伐採した木々を搬出するために使用されていたそうですが、世界遺産に登録された現在では木々の伐採は行われておりません。しかし今でもトイレの維持管理のための資材や負傷者の運搬などのためにこのトロッコ道は使用されているそうです。屋久杉は軽くて丈夫で加工に適した木材だそうで、かつてはかなり重宝されていたそうです。まっすぐで形のいい屋久杉はほとんど取り潰されてしまっており、今も残っているのは形のいびつな木か、よほど山奥にあって伐採が難しいかのどちらかです。つまり樹齢数千年もあって現在でも私たちが見ることができる屋久杉は木材としては適さなかった異形の巨木ということになります。道理で名前がついた屋久杉たちは大変特徴的な見た目をしているものばかりですね。ちなみに先ほどお話しした内容は屋久杉自然館で得た知識です。ここに来る途中で立ち寄った屋久杉自然館ですが、早朝は営業しておりませんので、前日のうちに来ておいて屋久杉について予習しておくといいと思いますよ。ちょっとでも知識をつけておくとより深く屋久島を楽しむことができます。知らないと視界に入っても見えないことが多いですからね。さて、そんな歴史に思いを馳せながら歩くこのトロッコ道は緩やかな登りで約 8.5 キロもの道のりがあります。そしてさらにトロッコ道の終点から勾配の急な険しい山道に入って 2.5 キロ登った先に縄文杉はあります。日頃からある程度体を動かしている人でないと縄文杉にたどり着くのは難しいというのが正直なところです。縄文杉に行くまでの道のりの険しさを説明しましたが、誤解しないでいただきたいのは、縄文杉は苦行を耐え抜いた先にようやくたどり着けるというものではなく、道中も楽しいものです。眼下に流れる川や生い茂る木々を見て大自然を全身に感じながら歩くというのは大変リフレッシュできることですし、途中にも三大杉や大王杉、ウィルソン株などの見応えのある木もあり、長い道のりも飽きがきません。自然や木に興味のない人にとってはつまらないと思いますが、そういう人はそもそも縄文杉に行こうと思わないので問題ないですね。縄文杉に行きたいと思える感性の方ならきっと楽しめると思いますよ。荒川登山口から縄文杉まではガイドさんがいなくても特に迷うことなくたどり着くことができます。ガイドさんにお願いすることのメリットとしましては、道中にある植物や集落の説明を聞かせていただけるということです。屋久島固有の自然やそこに根ざした人々の文化を聞きながら歩くというのはきっと楽しいことでしょう。お見せしている映像もトロッコ道の終点まで到着しました。これは大株歩道入り口です。ここまでで距離的には全 11km の道のりの中の8割を歩いてきましたが、ここからは険しくて本格的な山登りが始まるため、ぐっと運動強度が上がります。大きな屋久杉や苔で覆われた景色はこの先にあり、本番はこれからです。しかし前編の動画はここまでとさせていただき、次回の後編の動画で必要な体力、時間、お金、それぞれについて詳細に触れていきつつ、この先をご紹介させていただきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。皆さんもぜひ縄文杉に行ってみてください。